おはようございます。私から今日3点ですね、ご報告をさせていただきます。まずはですね、東日本大震災から10年目を迎えるにあたってということでございまして、この3月11日で、10年が経過するということであります。震災でお亡くなりになられた皆様方にはですね、改めてご冥福をお祈りを申し上げますとともにですね、ご遺族の皆様方に関しましても哀悼の意を表する次第であります。さまざまな取り組みを進めてきたわけでありますけれども、厚生労働省といたしましてもですね、これからもこの、震災復興ということでありまして、被災地に対してですね、例えば被災地の避難生活をされておられる皆様方、長期化に伴い心のケア等々まだまだ充実をしていかなければなりません。それから被災地医療でありますと介護、これのですね、提供体制、これの整備も進めている最中でございますので、これもしっかりと進めていかなきゃならないというふうに思っております。合わせてまだ被災者で休職をされておられる方々、こういう方々に対してのですね、就業のですね支援、これもしっかりと進めていかなければならないということでございまして、引き続きですね、厚生労働省といたしましてもですね、被災地に寄り添いながらしっかりといろんなお手伝いをしてまいりたいというふうに思っております。これがまず第1点であります。続きまして、広がれありがとうの輪プロジェクト活動強化についてであります。以前もお話ししましたけれどもですね、この新型コロナウイルス感染症対応ということで、医療関係者の皆様方、本当にですね、心から厚く御礼を申し上げると同時にですね、医療従事者の皆様方だけではなくて、感染者やその周りの方々もですね、偏見差別ということでですね、大変苦しまれる場面もあるわけでありまして、そういうものを解消して、感謝の気持ちを持ってということで、広がれありがとうのは、この活動をしてきたところでありますが、本日3月9日ということで、3月9日ですから、サンキューという言葉、語呂と合わせましてですね、思いやりやエールを送る日ということでございます。そういう意味で、広がれ、ありがとうの輪のこのですね、活動を強化をしてまいりたいというふうに思います。法務省とも連携しまして、不安を差別につなげないということで、啓発活動も広くですね、進めてまいりたいというふうに思っております。いずれにいたしましてもですね、改めて、感染防止のためにいろいろとご活躍をいただいておるそれぞれの皆様方、国民の皆様方、また改めて医療関係者の方々を含めてですね、エッセンシャルワーカーの方々にですね、感謝を申し上げながらですね、しっかりとこの新型コロナウイルスと我々対峙していきたい、このように思っております。続きましてですね、小学校休業等対応助成金についてでありますが、小学校休業等対応助成金についてでありまして、労働局にも特別相談窓口を設置してですね、いろんなご相談に乗ってきたわけでありますけれども、企業に活用をお願いしてきたんですが、それでもですね、活用いただけない企業があるということでありまして、自民党の方からもですね、企業が申し込まない限りは、働く方々にですね、この学校、小学校の休業に対しての助成金、企業に出ませんから、働く方々にも出ないということで、これ、例の休業支援金の対象にならないかということをですね、申し入れを受けておりました、自民党の方から。この休業支援金も含めて、何らかの対応をしなければならないということでございまして、総理の方からもですね、指示を受けましたので、そういう意味でですね、具体的な内容をお示しできるよう、今、検討を進めておるということであります。休業支援金も含めて、どういう方法、対応があるかということでありまして、今、検討を進めておるということであります。休業支援金は4月以降でありますし、この小学校の休業に関してですね、これは4月以前もありましたので、そこのところ、ちょっとどういう形で整えていくかということは、今、検討中でございますが、総理からの指示でございますので、しっかりと対応をしてまいりたいというふうに考えております。私からは以上です。それでは、ご質問いただければというふうに思います。